Hi everyone, this is Sora. Okay, so this is the last Sunday episode of the year. Thank you so much for watching Sora Senpai Club throughout the year. And if you're new to this show, make sure to check out every Sunday from 10 p.m. JST. I invite lots of Japanese entertainers. ということで、2020年最後の日曜日は、ここまでね3週一緒に、出てくれましたこの方が出てくれております。コーナー久美さん、よろしくお願いします。もう最後やって。これで最後ね泣ける。泣ける。悲しいよ。ということで、今回は、12月2日にこのMonster My Name Is っていうのと Angel My Name Is という2枚のアルバムを倖田來未さんはリリースされていて、その楽曲たちアルバムについてお話をしたいと思います。それでタイトルは Sora's Music Talk Is Kumi an Angel or a Monster。 ありがとうございます。イエーイ。ということでこのアルバムでございますけれども、はいよ。ニューアルバムということでこれね、エンジョーとモンスターって2枚になっております。そうですね。これなんで2枚になったの？まず、アルバムを出す予定がなかったんですよね。ほう。なんですけど、ステイホーム期間中に、音楽と、一回こう引き離されて、なんかレコーディングどんどん、楽曲を作りたいなと思って、それで自宅のスタジオで、旦那さんに手伝ってもらって、レコーディングを重ねていったら、気づいたらアルバムがどんどん仕上がっていって、そうなんだ。で会社にリリースしたいっていう話をして、それで倖田來未といえば、やっぱりそのごめんなさい自分でエンジェルなんて言っちゃいますけど、やっぱりこう、プライベートの自分と、こうモンスターになってでも、悪魔になってでも倖田來未をやり抜く強さみたいな、なんかこのやっぱ二面性を持っているよねっていうところで、LR、真逆な正反対な、なんかアルバムにしていったらどうかなと思ってパッて楽曲たちを並べたところ、ちょうど本当にそうなんだ。半分ずつ先に構成があってそれに合わせてじゃあこういう曲を何曲こういう曲何曲っていうわけではなくて作っていったらできちゃったっていう。だから本当に両極端な曲が好きなんだなっていうのを出来上がった楽曲見て思いましたね。なんかねこのアルバムが発表された時俺の中ではダブルフェイスみたいな感じかなと思った。だけどちょっと違うよね今回ね。嘘。いや今回、ここまで倖田來未を表したアルバムってなかったかもなってちょっと思って。そうなんかやっぱ20周年だから、なんかこうダブルフェイスの頃よりも、もうちょっとメッセージ性というか自分の築き上げてきた奇跡だったり感じてるものみたいなのを歌詞の中にやっぱり表現したいなっていうのがあって、なんか本当どの曲もなんかこう攻めていってる倖田來未とか今まで感じていたことだったりとかをバラードにした曲だったりとか、あと気づいたのはこれまでの歌詞にあったようななんかこう内容みたいなのを新しい歌詞に落とし込んでるなとも思ったりしたの。嘘。それは私全然気づかずやで。いやどこ例えばねじゃあ今日1曲目、この Killer Monster モンスターというアルバムから来ているわけですけれども、これ、歌詞の中にどう生きるか自分で決めるし目覚めろっていうところがあるのね。はいあります。これ Walk of My Life の人がどう思うかではなく自分がどう生きたかにつながってるんじゃないかなって思ったの。ほんまやわ。なんかこうどう思うかじゃなくて自分で決めるっていうのをWalk of My Life の時はこうバラードだからこういう形で言ってるけど、このキラーモンスターに関してはこう攻めにいってるというかストレートにねそう言ってますね。攻めてますね。引っ叩くぐらいの勢いで言っていて、なんか例えばこれとかもなんかそのね5年前かにこう作り上げた歌詞を今の倖田來未として歌ってるんだなって思ったよ。これ初めて聞いた時に俺イヤホンで聞いてたんだけれども、音めっちゃいいアルバムだなと思って。超いいでしょ。歌い方のバリエーション半端ないと思って気づいちゃった。気づいちゃった。いや今回このアルバム、ほぼ全曲自宅で撮ってるんですよ。ほぼ全曲っていうか全曲か。やっぱ環境がやっぱりこう自分を変えるんだっていうのがあって、自宅スタジオの方が
声を自由に操れたんですよ。なんか結構くーちゃんの歌を聴いてるといろんな口の使い方してるんだろうなって思うの。うっそ本当なんかいや一時期ライブ DVD でやっぱりこうねみんなに綺麗やとか可愛いって言ってもらいたいって女の子やから思うじゃない、こんな私でも思うの、やっぱりその可愛いっていう角度で映してほしいとか思ったりすると、やっぱ歌に支障が出てくるの。うまいこと声帯を開けなくて。そっかそっか。である日もういい、ブスでもいいからちゃんとして歌いたいってここ 1,2 年は正直だから映ってる顔がものすごいブスな時とかあると思う。いやかっこいいよそれでやってる。いや本当にかっこいいと思う。最近割り切ってます。なんか歌うのが大好きになってきちゃって、いや素晴らしい。特にいろんな20年経ってね、そうやってまた気づけるってすごいと思う。本当ですか。そして次の楽曲ちょっと俺がピックアップしたいノーワン。ノーワンね。モンスターからまずいくけれども、はい、これはどういったメッセージが入っているのかっていうのと、はい、まあ俺ちょっと一つ気になったフレーズが、はい、知らないと言われるくらいなら嫌われたって私らしく、はい、これめっちゃすごいパワーワードっていうか、すごい思い込ってんだろうなと思って。どうしても、このノーワンにはこのワードを入れたかったんですよ。そうなんだ。この曲を聴いた時に、なんやろう、何この切なさ、ない？やる。なんか切ないやろ。ね、イントロの入り方からちょっとね切ないよね。そう、でなんか今年20周年やって、知らないと言われるよりも嫌われていたいっていうのを掲げてやっていて、やっぱいろんな意見があったんだけど、でもこれが倖田來未なんじゃないかって思ってる中で1年間掲げてきたワードだったんで、どうしてもどっかの楽曲に入れたいっていうのがあって、それでこの「ノーワンを聴いた時にこの曲やと思ったんですよね。そうなんだ、はい、でもこれもなんかねモンスターの中だと割とテンポ遅めというか少しねこう、はい、スローな歌物というかね、歌物でね、はい、感じでなんかやっぱり倖田來未って、なんかこうつまずいても必ず立ち上がってきたなっていうのもあって、なんかそういうなんかこう自分の歩いてきたなんか道みたいなものをこの楽曲でやっぱ表現したかったし、私だけじゃなくて頑張ってる人たちってやっぱ世の中にたくさんいて、やっぱその人たちの背中を押せる曲になればいいなっていうのもあって作った楽曲なんですよ。なるほどね。まあそしてねこのモンスターの中にもう Work It とかもう Flicky とかたくさんいろんな本当にもう乗れるような楽しい曲もたくさん多いんだけど、まああえてもう一曲まあねちょっともうすでにリリース済みのやつだけども、WXK が最後に入ってまして、これは曲名の中に20周年の20と倖田來未が入っていて、これはどういう思いで作ったんでしょう。まあ、Walk of My Life という曲が15周年の多分代表曲、倖田來未の中では代表曲なんですけど、なんか20周年というところでね、自分のためだけの曲を作ってもいいのかなみたいな。これも祝うよ。いや祝って乾杯ショットで祝って今夜。もうクラウンタップも王冠置いてあげるっていう感じ。置いてください。そうだからなんていうの、今までやっぱ曲作る時ってね、自分だけのために作ったことってあんまないの。やっぱりこれを聴いてくれる人のこう背景を感じながら作ることが多かったんで、でもこの曲は本当にもうごめんなって自分のためだけに作らせてもらったって感じ。超かっこいいと思うし、これなんか PV でさ、ミラーボールみたいな衣装を着ているじゃない。で倖田來未って一番最初のアフェクションっていうこれそこでミラーボールが掲げられていて、結構倖田來未ってミラーボールのような歌手になりたいって言ってたと思うのよ。なんで知ってんの。それをこのなんで知ってんの。20年経ったこの楽曲の PV で出して、しかもライブパフォーマンスで出してもう気づいてくれた。気づいてる。だからさ20年前はさ周りにミラーボールを寄せていた倖田來未が今はなってますみたいなやつがかっこいいって思って。気づかないですよここまで。いやそういう楽曲ですよ。これは気づいてくれないですよ。考察動画とか出してくれません？出す。最近考察動画とか見るの好きなんですよ。そして、今ねモンスターの話をしましたけども、もう一枚エンジョー。こっちってどっちかっていうとそのくーちゃん寄りなのかなって思うんだけど。そうですね。これでもねやっぱこっちもサウンド的にも結構今回攻めてるよね。そうですね。いい意味での J-POP 感とか、歌謡曲感みたいな曲を必ず入れてきてたんですけど、今回は割と本当に自分のやりたいことをやらせてもらった。しかもね気づいたのが楽曲のほとんどが海外の方が書いて
本当いろんなその海外のアーティストさんと、まあ結局こういう時代だからできることだと思うんですけど、結構海外のアーティストさん作家さんの方がパッとすぐに楽曲を送ってくれたっていうのもあって、なるほどね、時代なんですかね。そしてね、まあそんな中、このアルバムには4というインスタライブの中でファンと一緒に作った曲、そうなのです。これがなんか入れてくれるんだなって嬉しかったし、歌詞も倖田來未とオールファンズって書いてあって、気づいちゃいました。クレジットみんなで作り上げた曲だよ。そうなの。これに込められた思いは何なんでしょう。そう、なんかインスタライブをやってて、まあ4はね、私が夢でこのそうだね、今あなたは幸せですか、このワードがワードとメロディーが浮き上がってきたって話をして、うちのスタッフが誰一人反応してくれず、じゃあ作ったらいいじゃないですか、誰か一人ぐらい言ってくれると思ったんですけど、誰も言ってくれなくて、でそれでインスタで言ったんです、インスタライブで言ったんです、実はこんなことがあったんですけど、誰一人食いついてくれなかった、みんなどう思いますって言ったら、作ってほしいって言ってくれたんで、まあほぼ言わせたみたいなとこあるんですけど、それでただもうほんまにインスタライブやってただけだったんだけど、まあ旦那さんに手伝ってもらってトラック作ってもらって、まあどんどんメロディーを作り上げてって、歌詞もファンの皆さんにワードいっぱい送ってもらって、パズルして作った、この楽曲って多分そのバックグラウンドを聞くと、ファンのことを言ってるのかなって思うんだけど、初見で聞くとラブソングにも聞こえるなと思ったのがすごい面白いなと思った。なんかそれこそ、私は20年後の自分、10年後の自分とか、明日の自分にも、当てはまるのかなって、その時の私って笑ってんのかな、泣いてんのかなみたいな、なんかそういうにも当てられるのかなっていう気もするし、ぜひライブで歌ってください。ね、歌いたいです。頑張ります。そして、ちょっとエンジェルから最後にこの曲をお話ししたいなと思いまして、Run、これ初めてもうタイトルを見た時に一つ思いました。思っちゃいました。思っちゃいました。そう、Walk というねえ、本当にもうライブでね、もう毎回最後に歌っているこの Walk っていう曲の、20年後版というか、20年経って私はこうなったんだみたいなやつを書いている曲なのかなって想像してて、聞いてそうだなって思って、俺が一番最初に思ったのは Walk は一緒に歩いてたりとか背中を押してるのかなって思ったの、だけど Run は私が引っ張っていくあなたたちを見ててっていうのが、これがなんかこの20年経って変わった部分でもあるのかなって思って、すっごい意味がこもってると思ったんだけど、どうでしょう。すごいですね。もう本当考察聞いてたい。本当そうだと思う。ずっと聞いてたいです。それは。いやでも本当にそうで、自分がこういうふうに音楽で背中を押せるような立場にこういうふうに変わってきて、いろいろやっぱ環境が変わっていく中で、あの頃言ったら説得力なかったけど、今だったら説得力のある言葉とかっていっぱいあると思ってて、本当におっしゃる通りで、私についてきてて連れていくからって、見えへんとこに行けへんとこに私が連れていくからっていう、ところが、いやちょっと今の話を聞いてて今うるうるしています。いやありがとうございます。愛のある解説。本当にもういっぱいまだ喋れるよ。本当に。でもライブで歌ってください。多分泣いちゃうから。やりたい、ライブで歌ってみんな待ってる。頑張ります。ということで、ちょっと一旦このエンジョーとモンスターは12月2日に皆さん出ておりますので、皆さんぜひぜひ聞いてみてください。そしてね、じゃあ最後の方になるんだけれども、20周年を迎えられた倖田來未をお呼びしたわけだけど、20周年振り返ってみてどうでしたか？初めはね、とんでもない時に20周年を迎えてしまったなって正直思ってしまったのが正直な話なんだけれども、だけど実際切り替えたらめちゃくちゃ有意義な、いろんなことに気づかされる、やっぱ1年だったなってすごく思えて、だからすごく私はこの20周年イヤーっていうのはすごく楽しく過ごさせていただけたなと思いました。本当にありがとうございます。ということで、ソラ先輩クラブ倖田來未はね、この第4部で終わりなわけでして、どうでした？
いやめちゃめちゃ楽しかった本当よかよった。いやここまで音楽のうん自分のこうアーティストのこう今までやってきたことを語れる番組って本当になくて、今日はすっごい充実したお時間でございました。ありがとうございました。俺と仲良くなれた。本当いやもうよかったらまた会ったら来てください。ぜひお願いします。こっからはね、俺からねお願いがあるの。はいまずはそのガチャマシーン。はいあれにね、いろんこれな人来てくれた人サインを書いてもらってるんだけど、なるほどなるほど。ふーちゃん書いてもらえますもか？ちろんもちろん。書いて。はいはい、ありがとうございはまーいす。そしてじゃあもう一個ね、俺のこの番組って、うんこう The Sky is the Limit って日本語で言うと人生に限度はないっていうテーマのもと、はい番組、活動しているんだけれども、世界中にいるみんなにこう夢を追う人たちっていっぱいいると思うんだけど、はい力強いメッセージをお願いします。はいもう本当ありきたりな言葉ですけど、こう夢は叶うっていう言葉はねもう古臭いとかね、言う人たちもいるんですが、私は諦めた人が夢をつかめないだけであって諦めない人が夢をつかむと思っております。ぜひ皆さん信じ続けて頑張っていただけたらなと思いまあす。りがとうございます。はいそして最後に俺から一言、はいよふーちゃん20周年20年歌ってくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。俺はね結構これまでどういうことをなんかこの人生生きてて何をしようかって分かんなかったのこれまで、でもくーちゃんの歌を聴いてたんま涙が出てしまうけれどもこうくーちゃんがこうこれねカットになるんじゃないのここ、いいんだけれどもこうねくーちゃんがずっと歌ってきてくれて、こう自分に何にもないなって思った自分にたくさんのことが今こうやってできています。だから本当に嬉しく俺は思っていて、でこれからもふーちゃんこうやってたくさんいろんな活動をしていく中で、俺だけじゃなくていろんな人がそういう風に思っていくと思うから、30年後も40年後もずっと歌い続けてほしいなって思ってます。本当に今回はこの番組に来てくれてありがとうございました。いやーこちらこそありがとうございました。ありがとうございました。いや初めて泣いちゃったよ番組で、ありがとうございますそしたらくーちゃんまた、はいもしかしたらお呼びするかもしれないので、はいその時はまた来てね。ぜひ呼んでください。呼んでくださいそれじゃあ今回は Thank you バイバイで一旦終わりましょうか。はいそれじゃあいくよ、せーの Thank you バイバイ。くーちゃんでした私も涙がねえもう激しく今こそ My passion now My passion now おかしくなるくらい My passion now My passion now 終わらない悲しみ傷ついたこの先もきっと倖田來未ミニアルバム負けない強さを持て Angel and Monster 自分信じチャンネル登録してね今すぐによろしくねよろしくねよろしくね。